まるで小さな豹のような牝毛も持っている猫、ベンガル。牝毛のみではなく、見た目もワイルドで可愛らしいというよりも美しいやかっこいいという言葉が似合います。他の病種と比べても個性のある猫です。では今回はベンガル猫の歴史について振り返っていきましょう。1963年、アメリカ人繁殖家のジーン・サグデン・ミルズ女子が一頭の山猫を手に入れ、自らの黒毛のオス猫と人工的に交雑を行ったそうです。そのきっかけは、当時山猫の毛皮目当てで密猟が盛んになっており、山猫の数が減少していることに心を痛め、山猫の保護をすることだったそうです。そしてこの交配は成功。生まれてきた子猫は斑点の柄があったそうですが、やがて成猫になる段階で黒い毛に覆われていったそうです。その兄弟のうちのメス猫が産んだ子猫もまた、子猫のうちは山猫のような斑点柄があったそうですが、その子もまた大人になるにつれて黒い毛に覆われていったそうです。その後、事情により繁殖を中止することになりました。斑点を持った山猫の根血の子猫たちが生まれたのとほぼ同時期に、アメリカのカリフォルニア大学のウィラード・センターウォール博士が猫の白血病の研究をしていました。全世界で蔓延している猫の白血病に対して、センターウォール博士たちは山猫などの野生の猫は猫白血病の抗体を持っているのではないかという仮説を立てていました。そして山猫と家猫の間に生まれた猫は白血病の抗体を受け継ぐのではないかという研究で、山猫と家猫の交配を行いました。1981年、ミル女子はブリーダーを辞めていたのですが、偶然センターウォール博士と出会い、再び繁殖を始める決意を固め、今までの経験を基礎に改めてセンターウォール博士から9匹の家猫と山猫の根血の子猫を買い取り、繁殖と育種の道につくことになりました。この時ミル女子が斑点模様を持つ猫の産出に取り組む決意をしたのは、山猫のような牝毛を持ったペットがいれば毛皮の需要が減るかもしれないと考えたからだと言われています。ミル女子は買い取った子猫たちをインディアンマウなどと交配させ、新しい品種の産出に取り組み続け、ベンガルの基礎を作っていきました。1983年にミルズ女子は世界最大の血統登録機関 TICA にベンガルの登録を申請し、予備登録が認められたそうです。ちなみにベンガルという名前のルーツはベンガルヤマネコに由来すると言われており、そのベンガルヤマネコの由来はというと、インド洋の北東にあるベンガル湾周辺に生息しているため、そう名付けられました。1985年、ベンガルたちは初めてキャットショーに出陳されます。猫好きの飼い主や繁殖家たちから大絶賛を受け、多くのブリーダーが繁殖に取り組むようになりました。アビシニアン、アメリカンショートヘア、エジプシャンマウ、シャムや世界各地の短毛の土着猫などと育種を進め、この時のさまざまな交雑によりベンガルは十分な遺伝子プールを持つことができ、1991年、アメリカの登録機関 TICA で病種として認められました。現在6万頭以上のベンガルが登録されています。イギリスの団体である GCCF もベンガルの登録を受け付けています。野生種と家猫の交配を認めていない世界最大の血統書付き猫の登録機関 CFA ではベンガルの登録を認めません。なお TICA でも遡って3世代の中にベンガルヤマネコがいる場合は、飼い主がキャットショーに出すことを禁じています。祖先に近いほど野生味が強く、家庭で飼いやすくなるのは4世代目以降と言われています。現在ベンガルヤマネコの輸出入や飼育はワシントン条約等の法律の制限により難しくなっています。そしてベンガルを基礎にオシキャットやシャムなどを交配し、新しい病種の作出も行われるようになりました。ベンガル猫の一番の特徴はやはり美しい模様です。ヒョウ柄と表現されることもありますが、
実はベンガル猫の模様はヒョウ柄ではありません。よく見るとヒョウとは模様の形が異なっており、ヒョウの体には丸い形をしたブチ模様が等間隔にありますが、ベンガルにはヒョウに見られるブチ模様は確認できません。そしてその模様は生まれたばかりの子猫は模様が薄くはっきりしていないことが多いとされていますが、ベンガルの模様は成長によって変化し、成猫になるとはっきりした模様になります。これは子猫がふわふわした毛をまとっている影響です。ひ毛の色についてはポピュラーなのはブラウンで、他にはシルバーなどもあります。ホワイト系の色味がベースでブラウン系の斑点が入るものはスノーベンガルと呼ばれることもあります。ベンガルの模様は大きく分けると2種類に分かれます。一つはスポテッドタビーといい、楕円、丸型、またはバラの花のような形が全身に広がっている模様のことです。スポテッドタビーの中でも濃淡のある2色で構成される模様をロゼットと呼びます。ロゼットの中でも黒い輪がつながってドーナツのように見えるとドーナツ、ドーナツを半分にして月のように見える模様をハーフ、円が完全にはつながっていないローズロゼッタ、ドーナツの中に小さな点があるスポットをジャガーと呼びます。もう一つはマーブルタビーと言います。マーブルとは大理石のことで、模様の境界が明瞭なスポテッドタビーとは異なり、模様同士がくっついたり混じったりしていて大理石のように見えます。ベンガルは短毛種で抜け毛もそれほど多くなく、手入れは楽な方ですが、ロングヘアの子が生まれることがあり、その猫はベンガルロングヘアとして別の種類として登録されています。ロングヘアは希少種であるため、一部の愛好家に人気が高いようです。体の特徴としては、家猫より背骨が一節多いため胴体が長く、がっちりとした筋肉質で、中型からやや大きめのロング&サブスタンシャルタイプです。体重の平均はオスで4から7キロ、メスで 2.5 から 5.5 キロほど。顔の特徴は目がつり目でアーモンド型、マスカラと呼ばれるアイラインが縁取っており、耳の先端は丸みを帯びています。マズルは幅が広く前に突き出ていて、頭はボディに対して小さめです。平均寿命は13から15歳。価格は柄や色によって違いますが、15万円から40万円ほど。ワイルドな見た目にふさわしく、好奇心旺盛でアクティブな病種で、運動能力も高く、棚などの高いところにも飛び乗ることができます。一方、性格はとても愛情深く、甘えん坊と表現されることもあります。ベンガル猫は好奇心旺盛で活発なため、他の病種に比べて運動をさせてあげる必要があります。そのため、毎日ベンガルの遊びや運動に付き合ってあげられる方が飼い主に向いていると言えます。運動ができるスペースも必要になってくるため、一人暮らしなどワンルームの家の方はベンガルを迎え入れるのは諦めることが無難かもしれません。見た目は攻撃的に見えますが、性格は温厚で多頭飼いもしやすい病種です。筋肉質で活発なので、ご飯もよく食べます。高タンパクな食事が望まれますので、他の病種に比べると食費が高くなる傾向があります。また、寂しがり屋で甘えん坊な一面もあるため、甘えてきた時にはしっかりと構ってあげるようにしましょう。美しい見た目から海外セレブにも人気があり、東方神起のジェジュンはベンガル猫をネネちゃんと名付け飼っているそうです。また、日本では鈴木恵美、榮倉奈々、加納姉妹がベンガル猫を飼っていることで有名です。ちなみに私が調べたところ、日本にはベンガル猫ばかりの猫カフェも存在するようです。ヒョウ猫の森やシシャ猫の森といって森の中にいるような猫カフェでとても楽しそうです。ベンガル猫を迎え入れたいと思っている方は、一度遊びに行ってみるのもいいかもしれません。今回はベンガルについて、その起源から歴史とともに解説させていただきました。こちらのチャンネルでは今回のような病種の歴史や特徴、猫の雑学についての解説動画を配信していきます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。